疲れてきた。大きい。ミニがいい。ミニがいいよ、こういう検証は。はい、皆さんこんにちは。車の大地店カシノピーです。今回はいつもやってるガラス撥水剤の比較なんだけども、いつも一年ケミカルズのクリーンビューハイブリッドストロング、あれをね結構使うことが多くて、何かと比較対象はハイブリッドストロングを使ってきたんだけども、ガラコもちょっと比較してみてくださいっていうコメントが入っていたので、今回ソフト99のガラコの撥水剤を複数用意しました。でこの中でこのダブルジェットガラコ、これはねエアゾール式の雨が降ってる時にバーってもう吹きかけるやつ。これはね他にエアゾールタイプの撥水剤を、何個か買ったので、それとちょっと比較しようと思っています。なのでこれは置いといて、今回はソフト99超ガラコ、あとガラコ9かな、油膜を落としてコーティングができるってやつ。あとガラコデカ丸、これね結構人気なんだけど僕使ったことないんだよね。結構弾くみたいで、あとはレペルの時に比較したやつミストガラコ、この4つを使って比較をしていこうと思います。成分がねちょっと違くて、まずミストガラコから。これはねシリコーンとアルコール類で、これもダブルジェットガラコに似てるんだけど、雨が降った時にシュッシュッと吹きかけてささっと拭くだけで OK ですよと。乾いてる状態でも OK なんだけど、雨が降ってる中シュッシュッとやるからなのか酸が入っていないです。でガラコデカ丸の方はシリコーン、酸、アルコール類、酸が入っていますね。なのでこの酸が入ってる方はこれだけじゃないんだけど、ボディにつくと変色だったり落ちにくかったりするので、その辺はちょっと注意が必要です。でこちらがガラコ9、シリコーン、酸、アルコール類と洗浄剤がプラスされました。で超ガラコの方がフッ素系撥水剤、酸、イソプロピルアルコール、シリコーンからフッ素系撥水剤になりました。このフッ素系っていうのは基本的には耐久性が上がると言われてますね。でシリコーンはどちらかというと撥水重視。けど超ガラコもね結構撥水力いいんですよ。耐久性もいいし。いいや、それは今からやるとして、今日はこの4つをフロントガラスに4分割して、翌日水をかけるのと、あと雨が降った日に走行映像を撮って撥水力の違いっていうのを見ていこうと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたらこちらアルファードに施工していこうと思います。でこれはハイブリッドストロングの吹き上げのタイミングを変えて施工した車ですね。運転席側が即吹き上げで、真ん中が白く乾いてから説明書通りで、一番右が1時間ぐらい放置して吹き上げた撥水剤で、これも走行映像を撮り終わっているのでもう落としちゃいます。でこんな感じで撥水しているので、これを1回全部落としてからガラコを施工すると。なんかねやっぱ運転席側撥水力弱いっていうか、引っかかる感じ、水のね滑り方が違うっていうか、そんな気がするぞ。そしたらちょっと落としていきます。水垢取りパッド、このね感覚でもね撥水弱まってるなとか結構分かったりするので、どうだろう、ちょっとね弱い気がするぞ。やっぱり簡単に落ちちゃう。こっちの方がねしぶといな。やっぱり即吹き上げの方がすぐなくなってく感じ。こっちの方がやっぱ大変だな。距離もあるからかな。こっちの方が強いね。真ん中が一番なのかわからん。明らかに運転席より硬い。いい感じじゃないか。やっちゃったよ。ガラス球油膜も取れるやつは油膜の取れ具合もちょっと見たかったんだよね。そこだけ残そうと思ってたのに、やっちゃったよ。しょうがない。ちょっと撥水だけ見るか。ごめんなさい、作戦失敗。一旦浸水状態になったので一回吹き上げます。そしたら乾いたので端からミストガラコ、ガラコ9、ガラコデカ丸、超ガラコ、これでいこう。で共通点があって、まずミストガラコ、こちらはガラスが濡れた状態でも乾いた状態でも施工することができます。で吹きかけてすぐ吹き上げられる。ちょっとややこしいんだけど、すぐに吹けるタイプ、これ唯一ねこの中でいうと。
であと3つは5分から10分乾いてから拭き上げる。でクロスにも違いがあって、ミストガラコ、ガラス面が乾いている状態だと濡らして固く絞ったタオルで、ガラス面が濡れている場合だと綺麗な乾いたタオル、違いありますね。でガラコ9、これはタオルを濡らして固く絞る。でガラコデカ丸もタオルを濡らして固く絞る。で超ガラコは綺麗な乾いたタオル。この拭き上げのねタオルがものによって全然違う。なのでこの辺はちょっと注意が必要です。そしたら端から施工していこうと思います。そしたらミストガラコいきましょう。でミストガラコの方はガラス面が今回乾いた状態で施工するので、タオルは濡らします。よく振って30センチ四方に1プッシュ、3プッシュだね。ロックを解除して上から1、2、3、こんな感じかな。で濡らして固く絞ったクロスで拭き上げる。超簡単だけど綺麗に施工できているのかが結構不安、このスプレータイプはね。よいしょ、終わり。続いてガラコ9、これもクロスを濡らして固く絞ったものですね。違うクロスを使います。で使い方一応見ておきます。ガラス面のホコリ、泥を洗い流します。キャップを閉めたままボトルごとよく振ってください。振ります。でキャップを外す。ガラス面に水分が残っていると性能低下原因になるので気をつけてください。ボトルを押して少し液を出す。こするように塗り込む。こういった感じね。はいはいはい。塗りやすい。この角もしっかり塗れるのでありがたい。でこれは油膜も落とせてこのコーティングもできると。一石二鳥なんですよね。ってなると撥水力はどうなのかっていうのがね、過去いろいろ使ってきて、やっぱこの 2way 商品っていうのは性能は半々になっちゃうっていうところがあるので、撥水力はちょっと気になるところです。全商品約45キロから60キロでノーワイパー走行書いてある。ということは撥水力はパッケージを見る限りは全部一緒なはずなんですけど、そんなはずないと思ってますけど面白いね。そしたら白く乾くのを待ちます。でその間にデカ丸よく振って、これは使い方一緒ですね。振って塗って濡らして固く絞ったタオルで拭き上げる。塗ってきます。結構出るじゃん、しっかり。届くか、背が小さい。でデカ丸はこの丸なので、先ほどのガラコ9に比べるとやっぱり角塗りにくい、塗り残しができちゃうね。けど塗りやすいね。でガラコ9は結構白っぽい液体だったんですが、このデカ丸の方は透明。これね、塗り塗りガラコのでかいバージョンだと思ってたんだけど違うのかな。塗り塗りガラコは即拭き上げなので中身違うか。続いて超ガラコ、これは乾いたタオルで拭き上げる。で拭き上げ後12時間乾燥させる。なのでミストガラコとかとは大きく違うね。そう懐かしいね。この丸だからちょっと角塗りにくいんだけど、デカ丸よりはまだマシですね。で匂いがね、この超ガラコはいいっていうわけじゃないんだけど、ハイブリッドストロングとかと比べるといい匂いがする。アルコールの匂いはするけど、なんかライチみたいな匂い。初めてドンピシャの例えできたかも。結構自信ある。でこれはね結構粉っぽくなるんですよ。液はね出しやすいね。ハイブリッドストロングって結構なんか液を出しにくいっていうのない。強く押してるのになかなか出てこないけど、この超ガラコはもうドバドバ出てきてくれる。どっちの方がいいのかそれはわからないけど、こんな感じかな。塗り残しがないかをしっかり確認する。でこの塗ってる角度だけではなく、正面から見た時、あと逆サイドから見た時、これでねまたね引き上げられてるかどうかっていうのが見えるので、しっかり見る角度を変える。これね結構重要です。そしたら乾いてきました。もうちょこっと待ってから拭き上げていきます。はい、そしたら乾いたので拭き上げていきます。まずはガラコ9、濡らして固く絞ったクロス。なるほどね、違いますね。めちゃんこ拭き上げやすい。そんなクロスの面を変えなくても綺麗に拭き上げられる。拭き上げた感じは超ガラコみたいな感じ、粉っぽさがあって綺麗に拭き上げられる。ハイブリッドストロングはどちらかというとちょっと伸びちゃう感じ。
タオルの面を何回か変えれば綺麗に拭き上がるんだけど、1回2回じゃちょっとね拭き上がんないんですよ。だから拭き上げやすさはガラコ Q なかなかいいですね。で続いてデカマル。デカマルの方がどちらかというとハイブリッドストロング系ですね。ガラコ Q の方が拭き上げやすい。こういう下の部分とか特にね、この黒いところ、よいしょ、いいね。でこっち超ガラコに関してはもうほんと粉、乾いたクロス、拭き上げやすいんだけど硬い、付着しているような感じ。今日しっかり拭けばちゃんとムラもなくなってくれます。1回だけねこうさーって拭くだけだとちょっとムラになるんだけど、そこをちょっと重点的に拭いてあげる。そうすればしっかり綺麗になります。でデカマルとかみたいになんか伸びるような面倒くささではなくて、そこにねこの撥水のなんか固着したのが残るような感じ。乾いたクロスだからね変な伸びはなくていいんだけど、ちょっと力がいるかなといった感じです。はい、じゃあ施工はこれで終わりで、超ガラコはもう12時間置かないといけないので、明日ですねホースで水かけてみて撥水の違いを見てみようと思います。とりあえず今日はここまで。はい、そしたら丸1日経過したので今から水をかけていきます。風がちょっとあるね。こういった感じですね。ガラコ Q 結構いいね。やっぱミストガラコはちょっと水滴の残りが多いね。でこう見ると超ガラコもちょっと水滴の残り多そう。流れ方で言うとやはり真ん中2つが良さげですね。ちょいとアップにして見てみます。左側2面ミストガラコとガラコ Q。 水滴の流れてくるこの滑らかさっていうのが違いますね。それとあと水滴の残りも違う。次右側いきます。デカマルガラコと超ガラコ。あれ超ガラコもうちょい撥水すると思ったんだけど、デカマルと比較するとデカマルの方が良さそう。ちょっと車内から見てみますか。はい、そしたら水をかけます。やっぱり真ん中2つが撥水力高そうだね。シリコン系だね。でミストガラコは酸が入っていない。なんか酸関係するのかな、何に関係するのかちょっとわからないけど撥水力は違いますね。ミストガラコはやっぱり簡易的な商品、塗って拭くだけで置く必要はない商品なんだけども、やっぱりちょっと撥水力が他のものと比べるとね物足りないかなと思います。いやガラコ Q は一石二鳥系、余膜も落として撥水コーティングもできるという商品なので、そこまでね撥水力あるものではないと思ってたんですが、結構弾くね。やっぱねやってみないとわからないもんですね。意外にいいね。ビビるわ。あとはちょっと雨の日に乗って何か違いがあるか。現状ここガラコ Q が1番かな。でその次にデカマル、でその次に超ガラコ、で最後ミストガラコの順番だと思うんだよね、水をかけた感じは。それでちょっと雨が降るのを待ちます。はい、そしたら本日雨が降ったので今から走行映像を撮りに行こうと思います。でその前にこの止まった状態でもちょっと違いがあったので撮影をしてみました。で違いは多分映像でわかると思うんですが、真ん中2つに比べて両サイド、左側がミストガラコ、右側が超ガラコなんですが、この両サイドがちょっと白っぽくなっていて近くで見ればわかるんですが、水滴の量が多いです。でその量もそうなんだけど大きい水滴が結構多くとどまっているような感じで、真ん中2つガラコ Q、ガラコデカマル、この2つは比較的クリア。近くで見るとね結構違いあるんです。これは手前側がこの辺が超ガラコ、この1個奥がガラコデカマルなんですが、この辺にね境目があります。でこっから奥一気にこの水滴の大きさが小さくなるの分かりますかね。ちょうどここ境目で、こっから奥水滴がもうほんと半分以下ぐらいに変わるんですよね。これが撥水力に影響しているんだと僕は思っています。とりあえずちょっと走行映像を撮りに行きます。はい、そしたら今から高速道路に乗ってちょっと走行映像を撮るんですが、見えづらくなったらワイパーはガシガシ使っていく予定です。
それにしてもなんか突然雨が弱まってきた。何なんだろうね、これ結構ねあるあるなんですよ。撮影する前はめちゃめちゃ雨降ってるのに、撮影始めた瞬間に突然弱まるみたいなね。今だいたい40キロぐらいですね。で一応パッケージには45キロから60キロみたいな記載があったんですよ。どれも45キロから60キロだったような気がするけど、どれも撥水力が一緒なら45キロから60キロでもいいと思うんだけど、ものによってね撥水力が違うんだったら採方法をちょっと変えた方がいいんじゃないのかなと僕は思っております。おっと、もうガラコ9飛んでますよ。もちろんねこのガラス、湾曲してるので若干の差はあると思うんですが、明らかに真ん中2つが撥水力強そうですね。ミストガラコはやっぱねちょっとカクカクしてる。水滴が飛んでく時にスムーズに飛んでくのではなくカク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 みたいな感じですね。あとやっぱ水滴はちょっと大きくならないと飛んでいかないっていうのありますね。やっぱり真ん中2つだね。両端、これは近い距離のこの境目付近を見ても差があるので、両端が発生力がちょっとねって感じですね。ガラスのせいじゃないのかってなりそうなんだけど、普通に考えて、同じ撥水剤を施工しててこういう風にくっきり分かれることはないので、撥水力がはっきり違うからだと僕は思ってます。そしたらちょっと最後にワイパー使ってみます。ああダメだわ、ワイパーがダメだ。チーン。はい、といった感じで動画の方以上になります。今回は、ソフト99のガラコですね。ガラコもねいろいろ種類があって、今回4種類使いました。こっちからミストガラコ、ガラコ9、ガラコデカ丸、超ガラコ、この4つを実際に使って撥水力の違いどれだけ差があるのかちょっと比べてみたんだけども、パッケージには45キロから60キロで水が飛びますよという記載があるんですよね。でその記載はこの4つとも全部45キロから60キロって書かれてるんですよ。そうなると買う側としたら全部撥水力一緒なんだなと思いますよね。で実際使ってみたら違うんです。動画を見たから大体わかると思うんですが、僕的にはこのガラコ9が一番撥水してたかな。ガラコデカ丸といい勝負だった。でこのガラコ9っていうのは油膜も落としてコーティングもできると。油膜除去のところは今回検証できてないんだけど 2way なんですよ。だからね正直そんな撥水しないと思ってたんですよ。まさかのまさかで、その次はやっぱガラコデカ丸ね、これ撥水してたな。で超ガラコ、これもね過去に使ったことあって結構撥水力いいなと思ってたんだけど、この2つと比べるとやっぱ差がちょっとあるかな。けどフッ素系なので耐久性に優れている商品です。だからそこはね一概にね判断するのがちょっと難しいんだけど、撥水力だけで言うと今回3番目でミストガラコ、これは吹きかけてささっと拭く系、簡単なんだけども撥水力はちょっと劣っていたかなといった感じです。だからねこの45キロから60キロ、僕がね勝手にねその基準っていうかこれね怒られちゃうね。ガラコ9が45キロで、ガラコデカ丸が50キロ、超ガラコが50キロで、ミストガラコが60キロ、そういう記載の方がねいいんじゃないのかなと僕は思います。ミストガラコに関しては60キロだけど施工が簡単っていうねメリットとかもあるので、一概にね全員が全員これ選ぶとは思わないんだよね。けど混乱しないためにもその撥水力が違うなら僕は分けた方がいいと思います。僕はね。けどこの動画を見てくださった皆さんならもうね大体分かると思うので、自分のお好きな撥水剤を選んでみてください。それとやっぱりねワイパーいくらね撥水しててもやっぱ止まった時とかワイパー使いたい時とか結構あるんですよ。そういった時はねやっぱねワイパーが劣化してるともうほんと全く意味ないので、ワイパーの交換はほんとおすすめします。おすすめするっていうかしておいた方がいいですね。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。大人に怒られちゃうよこれ。